こんにちは、オフです。9月半ばに築約40年のマンションに引っ越して、やっと少し落ち着いてきました。まだまだ未完成ではあるのですが、よかったらご覧ください。まずは玄関から。何の変哲もない玄関なのですが、広々しててとても使いやすいです。玄関グッズで唯一新しく買ったのがこのレシュタのほうき。毎日玄関をきれいにしていたいけど、とにかくめんどくさがり屋なので、常に出しておいても可愛いデザインのものを探しました。ほうきは使ったらこうやってかけておけるのでとても便利です。玄関横には3畳ぐらいのフレキシブルスペースというのが設けられていたので、簡単に身支度できるスペースを作りました。天井からハンガーをつけて、あとこの棚板も自分たちでつけて、カバンとかコートをかけてさっとお出かけできるようなベースにしてます。この帽子のハンガーすごく便利で良かったです。1900円ぐらいで楽天で買いました。この後ろのスペースがちょっと空いてるので、個人的にはちょっとしたベンチを置いて、本棚とかを置いて、準備支度を待っている間ゆっくりできるスペースにしたいなぁと妄想しています。廊下の一角にピクチャーレールが設置されていたので、ずっと欲しいなと思っていたポスターを飾りました。うまくいくよという意味のポスターで、どんな時でもちょっと背中を押してくれるようなものになったらいいなと思い、行ってきますもお帰りの時にも目に入る場所に飾っています。この指をクロスさせるジェスチャーは幸運を祈るという意味があるそうです。これはトイレとお風呂の表示。廊下を抜けるとリビングダイニングがあります。本当は2部屋なんですけれども、扉を開けて1部屋として使ってます。この床材がすごく好きで、選ぶ際の大きなポイントになりました。光沢がなくってすごく優しい、冬に裸足で歩いても冷たくない無垢床です。最近少しずつ増え始めた植物。いつも優しい光を取り込んでくれる無印のカーテン。お気に入りです。まだ未完成のリビングダイニングで、ここにスペースが空いてるんですけど、一人用のソファーを置きたくてちょっと開けています。なかなか欲しいものと価格が見合わなくて悩み中です。動画の編集はいつもここでやってます。ローボードの上にちょっとした本のスペースを作ったので、一人用ソファーを買ったら、これを読みながらゆっくりするのが今の目標です。リビングダイニングの横にはキッチンがあります。カウンターテーブルがあったので、合わせてチェアも買ってみました。座面が大きくて意外と座りやすいです。買ったもののカウンターチェア使うかなとちょっと心配してたのですが、ここに座って朝ごはんサクッと食べたりして意外と使い勝手がいいです。ずっと小さい冷蔵庫使ってたので、引っ越してから冷蔵庫は新調しました。すごいかっこよくてお気に入りです。アクアの145リットルくらいだったかなの冷蔵庫。キッチン類はほとんど楽天で購入した気がします。このキッチンボードも楽天。飾り棚も頑張って自分たちでつけました。初めてのことばかりだったので、下地とは石膏ボードとはという感じでかなり大変だったのですが、無事ついて安心してます。上段は木のお皿、ブルーの醤油差しと急須、あと緑を置いてます。下段はまだ未完成なのですが、ここにはランチョンマットとコースターなど入れてます。お気
気に入りのマグカップたち。キッチンボード上のカゴにはナッツ、蜂蜜、あと麦茶など入れてごちゃっとしたものは隠してます。キッチンボード横にちょっとスペースがあるので、ポスターを貼るか、ワゴンを置くか、はしごを置いてエプロンとかをかけるスペースにするか悩んでます。コンロ横には小さいパントリーみたいな収納があって、私はレンジを置いて、あと食品関係、調味料関係、ごちゃっとしたものは全部ここに一旦突っ込んでます。まだまだここは整理できてません。キッチンのカラーが結構特殊というか、私はあんまり見たことなくって、濃いブラウンのようなボルドーのような落ち着いたカラーでとってもいいです。これからもっとお気に入りスペースになっていきそうです。そしてここが寝室。寝室がですね、出窓のお部屋になっているのですっごく明るくて、遮光カーテンを使っているのですが、遮光カーテンの繊維の隙間から光が這い出してきてしまうほど明るいです。なのでここにソファーとかを置いて娯楽部屋として寝室を玄関近くのお部屋に変えようかなと今計画中です。リビングダイニングに戻ってきまして、このお部屋のリビングダイニングの仕切りなんですけど、ここの仕切りがなんと透明だったんです。最初は使い勝手どうなんだろうと思ったんですけども、こっちで私が作業をしている時に、向こうの部屋でもう一方がパソコン作業をしたりリモートワークしたりするのに、空間は分けられるけど部屋は広々見えるという感じで、透明な仕切り悪くないなと今では気に入ってます。以上、チクフルマンション引っ越してすぐのルームツアーでした。また本当はもう一部屋あるんですけど、そこはもう何もなさすぎるので今回は映してません。そこが完成した時、また新しいものが増えた時、ルームツアーしたいと思うので、よかったら見ていただけると嬉しいです。今回もご視聴いただきありがとうございました。